はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。いやーもうここ最近はね、梅雨で毎日雨でね、もう外はジメジメしてるし、地面はぬかるんでるし、なかなかね、気持ちも晴れないんですけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？ということでね、今週も気合い入れて引き続き古民家の2階寝室の DIY を進めていきたいと思います。で、前回がね、こちら、僕の後ろにあるね、ベッドボード、カフェータを使って作成したんですけれども、なかなか重厚感のあるいいものができたんちゃうかなと思います。こんな感じでね、着々と内装の方を進んでいってるんですけど、以前ね、天井と壁の境目には回り縁を貼ったので、今回はですね、床と壁の境目に幅木をね、取り付けていきたいなと思います。ってことでね、早速気合い入れて頑張っていきたいと思います。やっていくね。よいしょ。ちょっとね、幅木を取り付けていく前に、まずね、前回塗り忘れたニスを、このベッドボードを塗っていきたいと思います。いや、本来はね、組む前に塗っとかなあかんかったんですけどね。忘れちゃってました。養生できたということで、まずこれね、軽くペーパー掛けしていきます。まずはこのね、240番。これでね、もう力をかけずに軽く表面のバリとかをね、取っていきたいと思います。よっしゃ。オッケー。ほんなら、ペーパー掛け終わったということで、いよいよニス塗っていきましょう。ニスがね、こちら。この油性の木工用着色ニス。着色とは言ってもね、この艶消しのクリアです。はい、透明なやつ。こんな感じで。クリアと言いつつも、若干やっぱ黄色っぽいですね。蜂蜜とかメープルシロップみたいな。そんな感じの見た目です。まず上の天板から塗っていきます。薄くね、木目に沿って、薄く。よし。オッケー。とりあえず、1度目の塗装が終わりました。で、乾いたら、もう一回、さらにペーパーをかけて、2度目塗りたいと思います。よいしょー。ほんなら、ニスがね、乾くのを待ってる間に、もう早速ね、幅木作っていきましょう。こちらが今回幅木に使う材料ですね。この幅木も、イロハの香炉膳で塗っていきます。
よし。よし、オッケーオッケー、いいね、いいね。で、この幅木に関してもですね、ニス塗りたいと思います。まあ以前取り付けたね、回り縁はニス塗らなかったんですけど、幅木に関しては、こう掃除機とかで掃除した時に、カタンカタン当たるじゃないですか。その時に傷とかいくと思うんで、やっぱり表面はね、ニスで保護したいと思います。やっぱりちゃんと浸透系の塗料やからペーパーかけても色が落ちないんですね。最初は塗装したやつにペーパーかけたら剥げるんちゃうんと思ってたんですけど、全然そんなこともないみたいですね。よしよし。いい感じですね。OK。ほんなら、この幅木に関しては、もうね、ニス一度塗りでいいです。で、ここから、このね、400番のペーパーで最後、ヤスリがけしていきたいと思います。軽くね。OK。んなら、幅木取り付けていきましょう。このね、ベッドボードのニスがなかなか乾きません。もうちょっと置いとってみようか。で、今回のね、幅木に関しては、溝とかも入れずに、至ってね、シンプルなものにしました。その方が、和モダンとしては合うと思うんですよね。留め方としては、裏にボンドをつけて、このね、フィニッシュネイラー、これで留めていきたいと思います。で、このネイルに関しては、わかるかな？ここの部分がね、茶色のやつを選んでます。よし。OK。よっしゃ。OK。OK。いいね。全然ネイル目立たないです。よいしょ。OK。よっしゃ。次こっち。590。よっしゃー。オッケー、いいね。よっしゃー。オッケー。オッケー。ここね、ここ。オッケー。よいしょ。45度に刃を傾けて、
ケー。よし。よし。よいしょ。ケー。ケー。完璧。よっしゃー。よいしょよいしょ。オッケー。最後ね、残すところ、この面とこの面の2面だけです。オッケーやね。よいしょ。完璧。よし。幅きつきました。はい、ということでね、無事2階寝室に幅木がつきました。きたー。いやー、いいですね。以前回り縁ついた時も一気に部屋らしくなったと思ったけど、今回幅木ついてなんかより一層部屋感増したんじゃないですか？ほら、なんか部屋としてこうバシッと締まりが出たというか、いいですね。てか幅木ってこんなに入れるだけで印象変わるんですね。だって幅4センチの木を打ち付けただけですよ。それでこんな部屋に締まりが出るってすごいよな。で、この幅木はね、向こうの腰壁とか、あと大黒柱、針と色を合わせたんで、すごいね、統一感が出ていい感じだと思います。で、今回のね、DIY は幅木の取り付けだけやったんで、割とスムーズに終わりましたね。でもね、このヘッドボードに塗ったニスがなかなか乾かないんですよね。ここ連日ずっと雨降ってるから湿度が高くてなかなか乾きづらいのかな。まあニスの2度塗りに関してはまた動画外でね、進めたいと思います。まあ何はともあれね、2階寝室の DIY 着々と進んでおります。で、次回はいよいよですね、壁の漆喰仕上げをやりたいと思ってます。で、もうそれさえ終わったら、この寝室もね、残すところは建具作りと、あと家具、もうそれだけですね。まあこれからね、この寝室がどんな感じで仕上がっていくのかね、皆さんぜひ楽しみにしとってください。はい。とまあこんな感じで今回 DIY はここまでにして、後半はですね、うちの畑で採れたお野菜を使ってお料理をしたいなと思います。ということで引き続き後半の動画お楽しみください。どうぞ。うわぁ、雨やばすぎる。もう全然やまへんやん。ここらももうぬかるみすぎてやばいです。うち水はけ悪いんですよね。やばいな。うわぁ、もう畑もやばいです。この溝のところの水たまりがえぐいな。なんかもう浸水してるもんな。これ触ったらわかるけども、下の土がジュカジュカやもんな。ああ、なんとか持ちこたえてくれよ。はい。ということで、ここからはね、また久しぶりにお料理やっていきましょう。まあ、この工事現場クッキングですよ。はい。ほんで、本日作るのがですね、皆さんからね、たくさんこれ作ったらいいよってアドバイスをいただいてたバジルを使ったジェノベーゼパスタ。これまず一つ目ね。で、もう一つが
これね、うちで採れた黄色ズッキーニを使った夏野菜のマリネ。これ去年も作ったんですけど、めっちゃ美味しかったんで、また作りたいと思います。ということで、早速作っていきますよ。焼けたやつからもう入れていこう。いいな。残りのオクラとトマトを。彩りが綺麗。よし、OK。よし、マリネができたということで、次はパスタやっていきましょう。でね、今回このジェノベーゼ作るためにわざわざね、このフードプロセッサー買いましたよ。ブラウンの割といいやつ。これかっこいいでしょ。ね。バジルはたっぷりでいきましょう。うわ、もうめっちゃ香りがいい。やば。粉チー。ウィーブオイル。おー、いいね。いけ。おー。よいしょ。どうだ。おー、めっちゃいいやん。ドロドロのソースになってます。青汁みたいなんできてる。いいやん。生まれて初めてフードプロセッサーというものを使ってみたけど、いいな。おーい。OK。アボカドをすると。あ、いい、いい。これ。よっしゃ、オッケー。うわ、やばい。マジでうまそう。これ、すごいやん。彩り豊か。はい。ということでね、早速いただきたいと思うんですけど、本日のね、お供がこちら。日課ウイスキーの竹鶴。今日はね、ちょっとプリッといいお酒でね、晩酌したいと思います。でね、この竹鶴なんですけど、こんないいお酒ね、当然僕が買えるはずもなく、実はこれはですね、僕がね、家族と佐賀県に Vlog 旅行に行ったじゃないですか。で、あの週、両親が帰った後に、実はね、うちのチャンネルでおなじみのコロちゃんと JP チャンネルの JP さんと、あとの仲良しメンバーたちが、うちアロマン邸にですね、遊びに来てですね、一通りうちのね、ルームツアーをして、その後ね、晩はうちの庭先でね、バーベキューをして、で、夜は焚き火なんかもしてね、すっごいね、いいひとときをね、過ごしたんですけど、その際に、メンバーの一人のね、なおさんが、このね、竹鶴をお土産で持ってきてくださったんですよ。マジで嬉しい。ということで、竹鶴で皆さんと乾杯したいと思います。
いやー、ちょっとね、もったいないんですけど、この竹鶴を贅沢にね、ハイボールでいただきたいと思います。おーい、いいね。うわ、最高やん。オッケー。ってことで、皆さん、乾杯 !KP! あーうんま。あ、すごいわ。めっちゃうまい。僕ね、ジャパニーズウイスキーの中やったら、このね、日課が一番好きなんですよ。サントリーよりもやっぱ日課派。で、この竹鶴、やっぱうまいわ。日課ウイスキー特有のスモーキーさもあるけど、華やかなね、フルーティーさもあって。これは、バリうまです。ってことでね、早速お料理の方もいただきたいと思います。いただきます。まずはこのね、マリネからいこうね。これですよ、これ。うちで採れた黄色ズッキーニ。綺麗でしょ？いただきます。うん。これ。うわー、ズッキーニのこのシャキシャキした歯ごたえ最高。超いい焼き加減やわ。うまっ。次はちょっと、このオクラとズッキーニとナスでいってみよう。いただきます。うまいわ。いや、このね、レモンの酸っぱさ、そして蜂蜜の甘さ。で、この夏野菜のシャキシャキさ。これのね、マリアージュが素晴らしいです。最高。トマトもね、いっちゃおう。トマトがね、うちのがまだ取れないんで、これ市販のやつなんですけど。うまっ。うちのね、トマトが収穫できたら、またもう一回したいと思います。ってことで、ちょっと本日のメイン、ジェノベーゼパスタですよ。さあ、どうやろうね。麺はね、このフィットチーネを選んだんで、もちもちして美味しいと思いますよ。エビと一緒に。気になるお味はいかに。いただきます。待って。今まで食べたジェノベーゼの中で一番バジル感強い。ま。これたまらんね。僕、ジェノベーゼがね、本当にパスタの中でもトップ3ぐらいに入るぐらいには好きなんですよ。普段ね、お店とか行ったらよく食べるんですけど、いや、これ、ジェノベーゼオブザジェノベーゼやわ。どのジェノベーゼよりジェノベーゼしてる。次はちょっとアボカドと一緒にいただきます。うまー。アボカドとも相性抜群やね。今回はね、ちょっと僕にしてはカッコつけておしゃれなもん作ってみたんですけど、おしゃれなだけじゃない。ちゃんとうまい。エビとアボカド、いっちゃいます。この2つ食卓に出てきたら、どんな男でも胃袋掴まれるんちゃうってぐらいうまいのできたよ。女性陣の皆さん、ぜひね、真似してみてください。マジでうまいわ。ああ、むすぎ。やばー。決まるー。うめえ。母ちゃんこれうまいわ。母ちゃんこれうまい。あんたらの食べるもんちゃうねんけどな。いや、でもね、見ました、うちの畑。もう今ね、水浸し。あれ大丈夫かな、ほんまに。いや、中には根腐れ起こすのもあるんちゃうかなと思ってね、今すっごい心配してるんですけど、今日なんかだってさっき大雨警報出ましたよ。で、天気予報によるとね、この1週間みっちりもう雨なんですよ。で、今、これ撮影してるのがね、水曜日。だからちょうど週の中頃ぐらいなんですけど、後半もまだまだ雨降るみたいですから、大丈夫かな、マジで。もう水はけていくのが追いついてない感じなんですよね。最近はね、畑のことが気がかりで気がかりで。まだ全然収穫できてないお野菜もたくさんありますからね。収穫する前にもうダメになったらほんまにショックやもんな。いやー、それにしてもこのマリネもうまい。
やっぱり夏はこういうさっぱりしたのが一番ですね。いやーでもね、2回も今週幅木がついて、着々とね、内装進んでるんですけど、年内の目標として2回全部、今の寝室ももちろんですし、あと趣味部屋とか、あと収納庫、全部この年内に仕上げたいと思ってるんですよ。やっぱりね、早いことを2回仕上げてしまわんと、1階のリビングとか、あとキッチンね、にかかれないわけですよ。今ね、本当にうちキッチンもない中、こうやってお料理したりして、で、洗い物はね、外に今炊事場があるんですよ。ちなみにね、もちろん給湯器なんかもついてませんからね。だから冬は手が切れるほど冷たいね、水で洗い物して、夏は暑い、もう蚊に刺されまくりの状態でね、今洗い物とかもしてるんで、もうそれがね、とにかくね、辛いわけです。はい。もう、最初はね、それもキャンプ気分でね、楽しいな思ってたんですけど、ちょっとやっぱりね、もう1年も2年も3年もなるとやっぱきついです。はい。だからね、もう年内、なんとしても2回仕上げてしまいますよ。で、今かかってる寝室に関しては、早くクーラーも欲しいし、8月中に仕上げてしまおうと思ってます。だからね、本当にね、足踏みしてる暇はないですよ。ここ最近は毎週忙しくしてるんですけど、やっぱりね、内装にかかってから進捗具合が分かりやすいじゃないですか。だからね、毎週楽しいんですよ。ってな感じでね、引き続き頑張っていきたいと思ってます。なのでね、皆さんがやっぱりね、動画を見てくれたり、温かいコメントを残してくれたら、それが活力になるんでね、引き続き応援していただけたら嬉しいです。うまかったー。完食。ごちそうさまでした。このね、マリネとパスタ、マジでうまかったです。ぜひね、皆さんも真似してみてください。はい。こんな感じでね、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。